どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃじゃん、シグマさんのね 16mm、300mm のねレンズが届いておりますので、今回ねこれをねちょっとレビューをねしたいと思います。今回ですね、こちら2つあるんですけれども、なんとですねこちらが L マウントレンズ、要はルミックスの L マウント規格に対応したレンズと、あとね E マウントのね、規格のものがありますので、 L マウントのルミックスと E マウントのねソニーのカメラで使えるねこの2本をねちょっと今お借りしておりますので、今回ねこのレンズをねたくさん使ってきましたので、これをね少しレビューをしていきたいなというふうに思っております。で、今回僕シグマさんとのねこの取り組みというかタイアップ投稿っていうのが初めてなんで、ちょっとねシグマさんについても改めてねたくさんちょっと調べてみたんですよ。そしたら結構ね面白くて、本当にこうものづくりというものをもうめちゃくちゃこだわられてるというか、すごいね設計思想があったりとか、ものすごいね、製品をね作る過程がね素晴らしかったんですよね。で、先日はねシグマ BF と呼ばれるフルフレームのねもうアルミの削り出しでできたようなね、もう本当にこれ何これみたいなねカメラが発表されたと思うんですけど、本当にねこう日本メーカーとしてねすごく誇らしいようなねめちゃくちゃね素敵な会社さんだったので、ちょっとこうシグマさんについてね僕いろいろと調べてみましたので、ちょっとそこからね今回学んでいけたらなというふうに思っております。まずそもそもシグマさんはですね1961年設立のカメラとかレンズの製造販売を行う日本のね企業さんとなっています。本社がですね神奈川県ですね。で、生産の拠点は福島県でね現在は行われています。で、この全ての生産工程、生産活動をですね日本国内で行うことによって、開発や設計からレンズの研磨とかねプラスチック成形や金属加工、あるいは組み立てに至るまでの製造プロセスのあらゆる段階でこう迅速な対応ができたりとか、部門とか企業間の緊密な連携ができたりとかね、厳格な品質管理を、実現しているという風なところになっています。で、そのものづくりというところで、どれぐらいすごいのか、どれぐらい精密なのかっていうところを、ちょっとねシグマさんにもこうお伺いしたところ、シグマレンズのね球面レンズの表面のね粗さ精度みたいなところが、これは完全な平滑面に対する粗さ、ざらつきのね程度みたいなところになるんですけど、これが2ナノメートル以下で生産されてるんですよ。わかります？ 2 ナノメートルで、これがねどれぐらいかというと、ちょっと拡大して考えると分かりやすくて、僕たちがいる東京から福島県の会津まで、ここの距離がねだいたい300キロぐらいあるんで、これを円として直径300キロとして考えた時に、この円形が、要はレンズの表面と考えてください。ここの表面の直径が 300km として考えた場合に、その直径のレンズの表面のこの凹凸っていうのが2センチ以下に抑えられていると。2ナノメートルっていうのはそれぐらいのね本当に小さな、数字であり、小さなね単位になるんですけれども、それぐらいねもう本当に精密にね作られているというところを聞いて、やばみたいな感じで思いました。ちょっとね難しい話になってしまったんですけど、実際にシグマさんのねレンズラインナップについても紹介しようと思うんですが、今回のねこちらのレンズ、こちらにですね銀のねちょっとこの刻印というか、バッジみたいなのがあるんですけど、ここに C と書かれております。これはコンテンポラリーラインというラインナップの C から来ている、ここにねバッジがあるんですけれども、シグマさんはコンテンポラリー、そしてアートシリーズ、そしてスポーツシリーズの、主に3つのねラインナップに分けられて、レンズがねシリーズとして存在しています。で、アートラインというのがあらゆる設計要素をね最高の光学性能と豊かな表現力に集中して開発しています。高水準の芸術的表現を叶えるアーティスティックラインというところから来てるようですね。風景とかポートレートとかスナップとかね、いろんなこう作家性を生かした写真作りに最適なラインナップとしてあるということです。で、一方でこのコンテンポラリーっていうのは、じゃあアートレンズに比べて描写性能がね良くないのかって言われると、実はそういうわけではなくて、コンテンポラリーというのは、最新のテクノロジーを投入していたりとか、高い光学性能とコンパクトネスの両立で幅広い撮影シーンに対応するハイパフォーマンスラインとして位置づけられています。トラベルとかアウトドアとかスナップショットとかファミリーフォトとかね、幅広い撮影シーンに対応しているということもあって、アートじゃないからといってこう画質が悪いとかそういったわけではなくて、いろんな撮影に対応できるような設計であったりとか、アートシリーズよりもよりこう小型をね実現させるための素材の選定であったりとかね、気軽に使いやすくみたいな、そういったところも込められて作られていると、そういう風に位置づけられています。ちょっと余談なんですけど、コンテンポラリーの中でI シリーズというものがあります。これは思想としては所有する喜びを追求している I シリーズということで、 I シリーズというのは外装部品に加えて操作リングと修道するね内部の構造部品
に至るまで金属素材の削り出しで作られていると。なのでね、僕も実際使ったことあるんですけど、すごく所有欲が満たされるようなデザイン感ですごくコンパクトなんですよね。なのでこう1個だけそれをつけてこう出かけたりするとね、すごく楽しめるような、そんなねシリーズのラインナップがあったりしています。で、実はね、僕このねレンズを持っていました、シグマ 16mm28mm の DGDN フルサイズ用のレンズですね。で、こちらもこのバッジの通りコンテンポラリーシリーズなんですね。これをね、実際にこの担当者の方に聞いたんですよ。このレンズってやっぱりアートシリーズに比べて光学性能ってそこまで良くないんですかって聞いたら、基本的にはね、やっぱり光学性能は一緒であると。光学性能というよりかは、この外観のね、作りとか、そういったところとか、プロセスとか、あとは防塵防滴とか、なんかそういった違いで結構差があるというふうに言っていましたので、なんかそれを聞いて、僕このレンズでなんか全然いいんだと思って、なんかすごくね、逆になんか安心したみたいな。僕コンテンポラリーシリーズ結構持ってるんですよ、他にも。なんかそういったところもね、実際にはあるというところなので、ちょっとね、ここら辺新たな気づきだったなというふうに思います。で、最後がスポーツラインですね。これは高度な光学性能とね、表現力っていうのはそのままにしていて、撮影者の意図にダイレクトに応えれるような高い運動性能を発揮するスポーティーラインですね。ほんとそのままの通りです。鳥や野生生物などのネイチャーフォトとか、飛行機、鉄道、モータースポーツなどに最適なシリーズとなっております。これらが主にね、スチールレンズでのラインナップとなっております。で、実はね、シグマさんは他にもね、シネレンズのね、ものがあったりはするんですけれども、結構幅広くね、レンズを展開されているようなメーカーさんです。ではですね、お待たせしました。ちょっとこのレンズをしっかりと見ていきたいと思うんですけれども、まずちょっとね、一つややこしいポイントがあるので、このレンズの表記だけ見ておきましょうか。ここにですね、シグマさんのレンズ DCOS とかね、書いてるんですけれども、ここの読み方ですね。こちらフルサイズレンズで、こちらは DGDN となっています。この DGDN がフルサイズセンサー用です。で、この DC というのが APS-C センサー用とかになっています。ちなみにマイクロフォーサスも DC 表記とのことです。で、その中でも DGDN という風に DN がついているものに関してはミラーレス用に設計されています。一眼レフではなくミラーレスカメラ用に設計されている。この辺がね、ちょっと違ってきますと。で、さらに今回のこのレンズ16300に関しては DCOS とついていますね。この OS が手ブレ補正付き、レンズの手ブレ補正ですね、がついているようなレンズになっています。なのでこのレンズは手ブレ補正付きの APS-C 用のレンズとなっております。L マウントというのは APS-C カメラってないんですけど、一応ね、ルミックスカメラとかでも使えるような設計になっています。どういう風になるのかっていうのは後ほど紹介します。で、この焦点距離は 16mm から 300mm なので、超広角側からかなり望遠までね、対応した撮影ができるという風になっています。F 値は F3.5 から 6.7 になっていますので、本当にね、これ1本でいろんなものが撮れる。ほとんどこれだけで撮れちゃうみたいな、そんなレンズになっています。ただ、鏡頭はね、結構伸びます。はい、ガンと。これぐらい伸びるようなものになってますので、ややね、やっぱ望遠レンズ感っていうのは、出てくるんじゃないかなと思います。で、APS-C 用レンズになりますので、16300mm といっても、フルサイズ換算だと 24mm から 450mm 相当のレンズとなります。で、ちなみにね、フルサイズ換算というものをね、お伝えしておくと、こういったね、カメラによってセンサーの大きさというのが変わってきます。こっちが APS-C センサーで、こっちがフルサイズセンサーになりますと、はい、かなりね、大きさが変わっていますよね。なので、同じレンズをつけていても、こっちのね、フルサイズ 35mm 換算に基準を合わせてあげる必要があります。このレンズはこの APS-C 用に作られているので、こっちのフルサイズ換算にすると 24mm から 450mm 相当になります。なので APS-C 用レンズを使うときはフルサイズ換算で約 1.5 倍にしてあげればそのね数値が出てきますので、そこをね押さえておいてください。ちなみにマイクロフォーサーズだったら2倍ですね。で、あとちょっと特殊なねキヤノンのカメラですね。キヤノンのカメラになってくると APS-C センサーがね若干違うんですよね。キヤノンのカメラはフルサイズ換算が 1.6 倍になるという風なねちょっと、特殊なものではあったりするので、そこもね押さえておくといいかなと思います。でですね、このレンズただのね望遠レンズじゃなくてハーフマクロのね、レンズにもなっています。というのも最大撮影倍率が1対2になりますので、カメラのセンサーに対して被写体をこう実質のサイズとして考えた場合に2分の1の大きさで写せるというようなものが、ハーフマクロと呼ばれるみたいなんですけれども、マクロレンズがこれが1対1の実質のサイズにねセンサーの物理的なものが1対1で写る、要は等倍で写るみたいな感じになるんですけど、ハーフマクロはその半分の大きさになるということなので、このレンズは、ハーフマクロレンズでもあるんです。で、そのハーフマクロのレンズの焦点距離が 70mm のところになりますので、70mm でかなりこう寄った撮影でも撮影をねすることができます。で、このレンズ OS がついているので手ブレ補正付きのねレンズとなっています。で、その強さに関してなんですが、ワイド単ですね、16mm のワイド単で、6段でテレ単、要はこの望遠側で 4.5 段の補正を発揮します。率直にはね望遠側の方がね揺れちゃうので、望遠側の方が
欲しいなという印象はあるんですが、それでもね結構かなり強力な補正能力にはなってるんじゃないかなと思いますね。でちょっと余談なんですけど、何段分の補正っていうところでどういう風に理解していけばいいのかっていうところなんですけど、これはねシャッタースピードを何段分遅くしてもブレないっていうような目安となります。基本的にはシャッタースピードって焦点距離分の1が理想と言われてるんですよね。例えば 16mm とかで撮るときは16分の1が理想だと言われていたりとか、300mm だったら300分の1でね、撮るのが理想的だと言われていたりするんですけど、なのでその 16mm、換算 24mm になるんですけど、その 16mm で撮影する場合は、6段の補正がね効くということになりますので、実質シャッタースピード4秒で切っても、理論上ではブレないという表記になります。逆に 300mm が 4.5 段になりますので、理論上は13分の1以上でもいいという風になりますかね。ちょっと換算が入ってくるとややこしいんですが、そういった段数っていうのはねシャッタースピードに関係してくるという風に覚えておくと、ちょっとね理解はしやすいかなと思います。であとは対応レンズですね。ここに2つあるのが L マウントと E マウントのレンズ、その他にですね富士フィルムの X マウントとキヤノンの RF マウントにも対応しています。ちょっとねニコンの Z マウントには対応してなくて、ニコンの Z52 にねちょっとつけてみたかったなというのがあるんですが、今のところね4つのマウントのね展開となっております。そして絞り羽枚数は9枚となります。これ絞り羽のね枚数が多いほど玉ボケがね綺麗な円形になったりするんですよね。9枚というのは一般的というか、結構標準的なね枚数かなといったところです。そしてフィルターサイズは 67mm のフィルター、質量は L マウント E マウント両方とも 615g の設計で、富士フィルムの X マウントも615、キヤノンの RF マウントは 625g の設計となっています。でちょっとありがたいこととして、コンテンポラリーシリーズ初の防塵防滴構造を採用しているという風になりますので、結構ねガシガシ使えるようなレンズでもあるのかなという風な印象を持ちました。ということでこのレンズについてねだいぶと理解できてきたかなと思いますので、気になるようなどういう写真や動画が撮れるのかといったところですよね。今回ですね僕石垣にねちょっと休暇に行ってたんですけど、その時にね実際にこれらをね使用させていただいておりましたので、まずはねその写真と動画の撮影サンプルをご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃいろいろ撮れてましたよね。動画も写真もめっちゃ綺麗ですし、今回のねこの動画に関しては僕のねパワーグレード、ダヴィンチリゾルブでのこの映像のね色編集っていうものをね気軽に簡単にね、僕が普段やってるようなものを再現しながら使えるみたいな、そういった僕のねパワーグレードを使ってやっております。これをねダウンロードしていただけるとね誰でも同じようにね簡単にねいろんな世界観をね作ってやることができますので、今回の色がいいなと思ってくださった方はぜひね僕のパワーグレードパックも、ぜひねチェックしていただければ嬉しいなというふうに思っております。今回ね見ていただいた作例は基本的にはねこのソニーの α7 IV と、組み合わせて撮影にしました。一部ねちょっとこの E10-2 もね使っていたんですけど、基本的にはねこのフルサイズと使ったというところですね。APS-C センサーではあるんですが、この7 IV とかってスーパー 35mm モード、APS-C のクロップをしてね撮影することができます。写真も動画もできるので 1.5 倍ぐらいクロップをさした状態で撮影をしていた写真と動画たちになっています。パッと見た感じだとね全然めっちゃいいじゃんってなると思うんですけど、実際にね使用することはできました。ということでね実際の使用感についてねお話しできればと思うんですけど、またね写真の作例がたくさんあるので写真を見ながら振り返っていこうと思います。まずですね普通に写真とか動画はねもうめっちゃ綺麗でした。ちょっと僕は F 値が結構心配で 3.5 から 6.7 になるので、結構言うてもね暗くなっちゃうというところを懸念していたんですが、割とね写りは非常に良好ですごくね、シャープでもあると思うし、結構ねしっかり改造してくれるし、どの焦点距離で使っていても特別写りが悪いなという風に感じることっていうのは基本的にはなかったかなというような印象です。僕がいいなと思ったのがボケ感で全然うるさくなくて、なんか滑らかでねナチュラルな非常に綺麗なねボケ感だったなという風に思います。後ろがガヤガヤするわけでもないし、ボケすぎることももちろんないしっていうので、旅行とかで景色もねちゃんと画角の中に入れておきたい時とかになんか開放にしていても全然ね後ろの情報もねいい感じに見れるので、そこがなんか良かったなという印象です。で
あとハーフマクロですよね。結構ね、寄りの写真もね、撮ってみたんですけれども、これが結構楽しかったんですよ。あんまりマクロレンズってね、そんなに僕は持ってないんですけど、70mm で寄って接写をすれば、本当に肉眼ではね、見れないような、最近僕視力が落ちてきてて、なんかそういったところで、こんなこう世界があったんだ、みたいな感じになりましたので、ちょっとこの辺のね、表現っていうのもね、すごく面白かったかなというふうに思います。で、この接写の場合も、広角側でね、やるわけではなく 70mm でやるので、特にこう歪みがね、目立つようなこともなく、接写することができるので、ここも良かったように感じました。で、僕今回3日間ね、石垣に行ってたんですけれども、このサイズ感なので、ボディとね、ちょっと組み合わせてみましょうか。全然ちっちゃいんですよね。これですよ。フルサイズにつけてもこんぐらいの大きさになるので、言うてね小型なんですよ。伸ばすとちょっとでかいけれど、普通に旅行中にも持ってるぐらいのね、大きさにはなるので、3日間毎日持ち歩いてたんですけど、そこまでストレスなくね持ち運ぶことができたというところはあります。僕普通にね純正の 70-200mm とかも使ってるんですけど、あれはちょっとねもうちょい1個ね大きくなるので、それとかと比べるとやっぱり望遠側ねこれぐらいでサクッと撮れるっていうのはすごくいいところだと思います。僕は結構本当に望遠画をね楽しんでたかな。やっぱりねこう気軽にね撮るときにスナップするときにさ、大体使う画角って35とか50、24とかちょっとこう広角側じゃないですか。基本的になんか旅行中に望遠レンズって僕持って行ったことあんまりなかったんで、なんかすごくね望遠側の表現が楽しかったですね。でちょっとビーチにいる時とかにこうなんか遠くにねなんか船があるなと思ってこう動画でねちょっとガーッとズームしていったんですよ。じゃあ思ったよりめちゃめちゃ寄れて、換算 450mm になるので、ここまで寄れるのがねすごいなと思ったし、ちょっと手ブレはね、純正レンズよりかはちょっと手ブレをねこう目立ってしまうという、アクティブ手ブレ補正をね入れていても、揺れはねやっぱしてしまうっていうのがあるんだけれども、割と寄ることができていろんなねこう動画をね楽しむことができましたね。波のね水面のこう上とかもねそこだけを切り取って撮ってみたんですけど、インサートとしても使えそうなものも大量にね撮ることができましたので、結構バリエーションはね豊かに撮れるような印象がありました。っていう感じですごくね描写ともにねめちゃくちゃ良かったんですけど、若干気になるところもねいくつかありました。それがですね、フルサイズ機種で使うとやっぱりねそんな改造しないというところですね。この7-4はね画素数が3300万画素ぐらいあるんですが 1.5 倍、要はクロップさせることになるんですよね。なので、写真だと1249万画素ぐらいになったかな。めっちゃ綺麗には見えるんだけど、拡大してみるとやっぱ全然ねもうそんな画素数が残ってないんですよね。なのでなんかパッと見る分にはめっちゃ綺麗なんですけど、やっぱ 1.5 倍で使うとなんかそんなにこうめっちゃガシガシっていう感じはしないなというのが、率直な印象です。でこのレンズですね、望遠めっちゃいけるから広角は要は四隅が足りていなくても望遠にすれば要は3300万画素のそのままで使えると思ってたんですけど、広角側でも望遠側でも結局ね明らかにねもう対応してないような形になるんですよね。たまにねレンズによっては例えば動画とかであればズームしちゃえばもうマックスのね表示領域になったりするんですけど、このレンズはそういったわけではないんですよね。あくまでやっぱ APS-C レンズっていう感じはするので、そんな改造はしなかったですね。なのでいくらフルサイズ撮ったとしても画素数がやっぱ足りなくなっちゃうっていうのはあります。であとはねやっぱり分かってたことなんですけど、結構暗いのでノイズは出やすいです。普通に居酒屋とかでもねこう写真を撮ったりするときに結構やっぱノイズが出てしまうんですよ。で手ブレ補正が効くのでシャッター結構下げれるんですけど、とはいえ結構ねノイズは出ちゃうので、言うてやっぱね暗いなというような印象はあります。であとはちょっと鏡頭がね結構伸びますので、これは全然仕方ないんだけど、ちょっとねこのイベントとかなんか僕たちいろんなこう人が群がって撮影するような時にもねいろいろと撮ってみたんですけど、ちょっとなんか危ないなっていうような感じがしたので、結構ね僕も周りをね気をつけて撮る必要はあったと思うし、結構存在感がねあるなという印象はあるので、望遠で撮ろうとすると結構ね目立つなという印象はあります。はいっていう感じですかね。トータルでねこういうシーンで愛そうっていうのが、イベントごとかな、なんか子供のね運動会とか発表会とか何でもいいんですけど、なんかイベントごとを撮るときとか、僕たちもねちょっと竹富島でねおばあちゃんがねこういろいろ歌ったり踊ったりしてくれるようなね時にこう撮ってたんですけど、すごいその表情も撮られるし会場の雰囲気全体も撮れたりとかですごいねやっぱこう遠くからもう自分の席からこうポッて撮ってるだけでもいい感じで撮れたので、ラフにね、寄って撮れるっていうところがすごく良かったですね。であとねやっぱりね APS-C レンズに対して合うので結構ね R10 とか、この辺の APS-C カメラともめっちゃ合います。ちょっとこれ R シリーズのねものではないんですけれども、これぐらいのサイズ感になりますので、全然大きすぎずフルサイズよりもね明らかに小さいね運用ができるので、めちゃくちゃねサイズ感はね素敵だと
思います。で、あとはね、レンズ内補正もついているので、結構それなりにね、意外とブレないという印象があって、特にこのルミックスですよ。ルミックスでね、使うとね、マジでブレなくて、動画も写真もね、ちょっとつけてみましょうか。側のね、感じも見てみようと思うんですけど、ルミックスで使うとこんな感じ。フルサイズだけど APS-C レンズでね、かなり小型運用ができますと。ルミックスに関しては他のね、他社レンズでもめちゃめちゃ手ブレ補正ちゃんと効いてくれますので、手ブレ補正ブーストとかを使うと、マジフィックスで 450mm で撮ってたら、これ手持ちって疑うぐらいマジでバチクソ止まりますので、なのでね、こっちの相性は結構エグいなというふうに思いました。で、しかもですね、ルミックスのカメラってカメラがね、認識するので、この絶対にね、クロップっていうのがもう表示されないんですよね。ソニーとかだとね、こういう風に、ちょっとね、こう四隅がね、暗くなって、これフルサイズで APS-C 使ってますよっていう感じになるんですが、これもね、ちょっと僕はショートカットを当ててますが、はい、設定でね、こういう風に APS-C 用のね、モードに変更するとフル画面で使えるんですけど、ルミックスはね、もう装着した段階で APS-C レンズと認識してくれるので、もう勝手に 1.5 倍に写真も動画もなります。で、フルでは使えなくなるので、結構ね、その辺のなんか楽さっていうのも感じました。で、あと僕結構ね、7-4で写真バンバン撮ってたんですけど、その 1.5 倍かけるじゃないですか。で、ロー撮影していたとしても、ライトルームに取り込んだ時に 1.5 倍のもうクロップが反映されてるんですよね。なので、編集でわざわざね、またさらに 1.5 にしてあげる必要がないっていうのもめちゃくちゃ楽だったんで、今はそんな感じで運用もできるんだっていうのがね、結構嬉しいね、気づきだったかなというふうにも感じましたね。で、最後にですね、F 値のね、変わる場所についてをね、紹介しておこうと思います。開放が F3.5 になってますので、ここからですね、どれぐらいズームをしていけばね、変わっていくかをね、見ていきましょう。ズームしますね。はい、ゆっくりすると、はい、ここですね、だいたい 20mm ぐらいでも F4 にすぐに変わります。で、さらに行くと、ここですね、だいたい 35mm いかないぐらいかな。で、F4.5 になって、はい、5.5。だいたい50いかない 45mm ぐらいかな。で、5.0。はい。で、すぐに 50mm 過ぎた 55mm ぐらいで F5.6 になりますね。はい。で、100mm らへんで F6.3 になります。で、最後の6.7 は 300mm が 6.7 って感じかな。なのでだいたい 50mm 側ぐらいで、結構ね、F 値はだんだん全部上がっていくような印象かなと思います。はい。というわけでいかがだったでしょうか。今回ですね、シグマさんの 16300mm というね、ちょっと面白いね、レンズをご紹介させていただきました。僕結構ね、昔からシグマさんのね、レンズを何度か使ったことがあったんですけど、ちょっと今回ね、タイアップ機会をいただいて、改めてシグマさんという会社、そしてレンズの設計とか、光学性能とか、あとはシリーズについてね、学び直しをね、させていただきました。やっぱり純正にはないね、魅力的なレンズもたくさんあったりとか、必ずしもアートレンズじゃないといけないっていうようなね、ことも僕は新しく気づけたのですごく嬉しかったなというふうに思いますし、やっぱりこういったレンズっていうのはね、純正レンズ以外のね、選択肢もたくさんありますので、ちょっとでもね、気になる方はね、ぜひこのレンズをね、チェックしていただければ嬉しいなというふうに思っております。もしね、今後も機会があれば、ちょっとシグマさんのね、レンズも積極的に使用とかレビューさせていただければというふうに思いますので、今回の動画が良かったよ、参考になっているという方はね、ぜひグッドボタンとかコメントとかいろいろと残していただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。